前回までのオラオラジオ。今回のゲストはスターダストクルセイダースの音楽を担当されているこの方です。どうも菅野優吾です。やった。どうもワーナーの大森です。ワーナーの大森さんです。目指すところとしていえば、やっぱりその番組でしかないオリジナルの音楽、楽器やってる女の子と付き合うっていうのが一番詳しくなるんですよ。デュオは一番強い曲にしようと思っていいですね。ジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダース。信じていいのか？信じてよ。ホルホースボインゴコンビ。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」のラジオである。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔でお届けする。ストーリー1987年日本。ジョースター家の血を引く青年空城城太郎は悪霊に取りつかれていた。祖父ジョセフは悪霊、すなわちスタンドが突如発現した原因が100年の眠りから目覚めた吸血鬼ディオとの因縁によるものだと明かす。城太郎はスタンドの悪影響によって倒れた母ホリーを救うため、全ての元凶にして邪悪の化身であるディオを倒すべくエジプトを目指す。数々の敵スタンド使いたちを撃破し、城太郎たちの旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。エンペラー破壊力 B、 スピード B。改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第21回です。またオープニング変えたでしょっていうかツッコミどころがいっぱいあるんですけれども、まあ一つ言いたいのはナレーションベースのバックに流すにはうるさすぎそんなわけでですね、ホルホース&ボインゴの回ですね、はい、36話でですね流れていたこのホルホースボインゴの歌をお聴きいただきながら始まったこのラジオなんですけれども、早速メールを読みたいと思います。スタンド名アキチ、小野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。ホルホースとボインゴその1拝見しましたが、まさかエンディングが悪役競争曲のホルホースとボインゴバージョンとは最高でした。信じていいのかとホルホースが聞いて、信じてよと訴えるボインゴに思わず吹き出しました。これもまた CD に収録されるということで買わずにはいられない、カラオケで配信されたらオインゴバージョンと合わせて歌いたいと思います。まさしくこの、今回ラジオのオープニングも飾ってもらったですね、ホルホース、ボインゴバージョンの悪役競争曲、反響がたくさん来ております。これはでも確かにエンディングは予想はできるんだけれども不意打ちですよね。予想はできる不意打ちっていうか、もしかして来るかもしれないなって前のそのオインゴボインゴのところでは思ってたかもしれないが、ちょっと忘れたあたりで来る。しかもでもそうなんですよね、オインゴボインゴで作ってた曲だから、まさかホルホースバージョンに変えてですよ、わざわざ収録してですよわざわざ絵も作ってですよ、なんか僕らの想像を超える、予想はできても不意打ちを食らってしまうようなことをやってのける、そこに痺れる、憧れるといやーもうね、いやスタッフさんブラボーです。ブラボーですはいこれは悪役競争曲の1番がオインゴボインゴで2番がホルホースってことになるんですよね。ホルホースボインゴってことにね。だからカラオケ配信されたらですよ、一気に歌えますよねこれねだからホルホース役の人とボインゴの人とオインゴの人と3人で行こう、3人で行ったらほらその血の記憶も歌えるから、ひっくりけどね、すっごい
まあでもほんとね、そうだよ。しかもこの曲悪役競争曲だから、前回のゲストの菅野さんが作ってくれたやつでしょあれ。いやもうね、俺ラジオ終わって、いや菅野さん本当に熱い人だな、本当になんて言うんだろうな、心のこもった音楽にすごいこう魂を込めてくれる人だなと思ってた矢先にあれが流れたから、僕も忘れてたんですよね。っつってこれ楽しそうだな、作った時すげえ楽しかったんだろうなと思いながら、なんか菅野さんの顔を思い浮かべながら聞きましたねゲスト感想いただきましたと。じゃあこれメール読みましょうよと。3度目、チャミジョジョのアニメとオラオラジオいつも楽しみにしております。ありがとう。今回の菅野さんと大森さんの作曲に関するお話やジョジョへの熱意、そして小野さんの演技に対する姿勢と役者としての意気込みに感動しましたっつ。ありがとう。またディオ様用の音楽があることや、アブ様の曲アブ曲ね、その熱さに喜びで狂いもだえましたいやーでもいいですね。メールもやっぱりこじらせてますね。はい、これからもアニメラジオともに楽しみにしております。そしてもう一通、スタンド名ツナ。小野さんこんにちは。こんにちは。第20回の菅野さんとのトークは目からダークブルームーンもとい、目から鱗の貴重なお話ばかりでとっても聞き応えがありました。中でも一番最後に話題になった菅野さんが絵を描く理由にグッときました。私にも身に覚えがあり、会社に入って2年目で業界20年クラスの大先輩に囲まれた部署に配属され、認めてもらうために隙のない仕事をしなければと誰よりうまいやり方を目指しておりました。ところが馴染んできた頃、先輩からあなたのやり方は正しいけれど冷たいと指摘され、いつの間にか周りが見えなくなっていたんじゃないかと肉の目を抜かれたような衝撃でしたなるほどね。これはでもね、確かにその前回のね菅野さんゲスト会にお話ししてたことなんですけれども、なんかねテクニック技術っていうものがこうだんだんとこなれてくるというか身についてくると、その技術にすごく自信が出てきて、それはいいことなんですけどね、そこに頼ってしまう自分もいたりして、そうすると心を忘れてたりもするわけですよ、ちょっとだけね。それはまずいなと。まあでもね、なんか全てをこう凌駕するものが、どうやら好きっていう感情なんじゃないかと。この仕事が好きだと。でさらにね、やっぱジョジョに関してはジョジョが好きすぎるっていうことによってなんかね全てをね凌駕できるわけですよね。いやこれは素敵ですよ本当に。でも本当菅野さんって音楽好きなんだなと思いました。そういうところですごくシンパシーを感じて、で年も近いしね、だって長田さん同い年だもんね。で三宅健ちゃんも同い年ですよ。いやだからやっぱりね、何回もこのラジオで言ってますけど、スタンド使い同士はね惹かれ合うんです。はい、どんどん読みますか今日は。スタンド名銀河ダービー記念。ダービーザギャンブラーの回最高でした。ダービーを演じるとすれば銀河万丈さんしかいないと思っていたところ、本当にかなってすごく感動しています。前半の余裕しゃくしゃくなところも、後半のテンパりっぷりも予想を軽く超える公演開演でした。なのでぜひオラオラジオゲストに銀河様を呼んでください。昔からの大ファンなのでお願いします。ダービーを演じるにあたりどういう気持ちだったのかとか、いろいろ知りたいです。今度はオノジーさんとのトークをぜひ叶えてください。お願いします。いやこれはもう僕もお願いしますこれはもうあれですよ、カメオにお願いしたいですよねダメか。でもカメオに頼んだら偽物来ちゃうからねその銀河さんの真似をする杉田くんが来ちゃったりするかもしれないから杉田くんはそうなんですよね、雲翔さんと銀河万丈さんのモノマネをたまにしてくれます、頼むとまあ結果ね、雲翔さんがジョセフやってるからすごいですよね。そのジョセフやるもっと前からね雲翔さんのモノマネしてたんですよまあもといですよ。銀河さん呼びたいですよそりゃ。僕もでも本当収録の時にお話、少しだけさせていただきましたけれども、もうテストの時からマックスでもうテストの時からうさんくささ 100% でこの人絶対イカサマするなって感じはあったんですけど、そのイカサマする感をなんか圧というか、声がイコールスタンドの力だとすればですよ、その精神力の強さっていうのもすでにお声の中に入っていてですよ、
これはまた来たぞと、勝てるかどうかわからない人が来ちゃったぞと震えましたもうでも最後のね、やられた後のバクギャモジやろうよのところがもう最高でもうテストでもあれぐらいやってたんですけど、もう本番でさらにもっと持ってきて銀河さんも好きだなと思いましたね。あれ別に岩波さんが演出でもっとこうやってくださいとか、もっと大げさにやってくださいって言ってるわけじゃないんですよ。もう持ってきたものがあれだったんですよね、銀河さんが。最初からジョジョを知ってたりとか、ダービーはこうあるべきとか周りが言ったわけじゃないんですよね。もうすでに来た時からダービーでしたいやだからね、ほんと素敵、めっちゃ素敵。あとやっぱ三宅健ちゃんが完全にファン目線でしたよね。すげえ面白いっつってあと立ち位置的にアブドゥルの立ち位置っていうのが驚く担当というか、ずっと振り回されてると。でアブドゥルの反応こそがあそこで行われていることの凄さ、凄まじさっていうのを表現するっていうのをケンちゃんもあえて言うわけじゃないんだけど、すごくなんか感じてたみたいで、尋常じゃなく汗かいてるんですよ、シーンってアブドゥル。でね、三宅健ちゃんのふって見たらね、滝のようなびしょびしょになってるですごいわかるって言ってましたよ。熱くなりやすい性格だから賭け事には向かないとかね、辺のセリフとか熱いアフレコでしたよこれ続いて読みます。こんなメールも来ました。じゃあ読みましょうこれ。はい、スタンド名かばやき。少年丈太郎役の高森夏美さんが自身のラジオでオラオララッシュを小野さんから直々に教わったぜとおっしゃっていました教わったぜ、高森さんは詳しくは社外費だから教えられないぜと言っていましたがぜひゲストに呼んでその時の話をもっと掘り下げてほしいですなるほどね。いやありがとうございます。そう高森さんね、1話目以来の登場になるのかな。少年期の丈太郎をやっていて、なんだろうな、アニメになって、よりその辺が描写が足されてたというかで、少年時代の丈太郎もわりかし喋ってたんですよね。いやーでもなんでこんなピュアな少年があんな風になってしまったのか、そのギャップが面白かったですよね、その時は。でも今回はですよ、子供の時からやる時はやる性格だったのねっていうのが分かるシーンなので、いや相当ね、あれは僕がもし同じ立場だったとしたらめちゃめちゃ緊張すると思うんですよ。何十話ぶり30話ぶりぐらいに呼ばれてですよ。でと思ってやっぱ収録現場行ったら、絵に描いたように緊張している役者さんがいました高森ちゃんがいましたあんなに緊張してるの久しぶりに見た基本でもやっぱ少女役とか多いからね、ちょっと舌足らずな部分とかがすごいキュートな役者さんなので、オラオラはすごくどうやってやっていいのかやっぱ迷ってたみたいで、でもねテストの時はまずはやってみようということで力の限り叫んでましたけれども、ちょっと小野さんコツというか丈太郎になるためにはっていうところどうすればいいですかってお話を向こうから聞いてきてくれたんで、これはねすごく苦労したと一回負けそうになったよともう強めのお酒を飲んで喉を低くしてやろうかと思ったよ物理的にっていう。でもねやっぱ意気込みがやっぱりまず前段階で必要な部分っていうのがあってって話をしたんですよ。社外費だけど言うわだって社外費って言ってるけど言うわだって、これジョジョのラジオだもんこっちだったら言っていいでしょ。オラオララッシュってずーっと連打をするっていうところに割と重点が行きがちで、速さを求めがちなんですよね。でも速さを求めちゃうと軽くなっちゃうわけですよ。で殴ってる感じが出なくなってしまうので、やっぱり岩波さん、音響監督の岩波さんが来た回でも言ってましたけれど、後藤の「お」
オラオラのラじゃなくてオの方にその殴ってる力感とか重さが入るように言ってみると殴ってる感じになるよって話をして、でもそれで連打するのはすごい大変だから前段階でもうしっかり息を吸うっていうことで、後藤の「お」に力が入ったらあとは気持ちで持っていけって話をしました続けられるところまででいいからって。で続いたところでもう一番この限界までうわ出し切ったってなって、足りなかったら足りなかったでもう一度やればいいよって話をしてて、いやでもね素晴らしかったですよ。本番最初にオラオラって2回殴るんですよ。でその時点でもう殴った後に殴る準備の息をしっかり吸った上でその後のラッシュにガッていけてたので、あれはまさしく丈太郎でしたねなかなかでも勇気のいることだと思うんですよね。なんか先輩にそうやってこのお芝居これどうすればいいですかっていう聞くっていうことも、僕もどうしよう教えようか伝えようか伝えまいかって結構様子を伺ってるところがあって、でも高森ちゃん聞いてきてくれたから、文字通り承るですよね。こういただいて伝えるってことができたかなというふうに思っておりますよ。ぜひゲストに呼んでってことなんですけれども、銀河さんもゲストに呼んでってなってるので、じゃあ銀河さんと高森ちゃんで話数が違うわ。じゃああれか、小野坂さんまた来たがってたからね小野坂さんと高森ちゃん、そしてもうなんだったら、藤村も呼んで子供のポルナレフと丈太郎とアレッシーみたいなね。なんかこのラジオすごい可能性あるね、いろいろでも本当にこれきっかけでジョジョがすごい好きになってくれたということなので、もう本当高森ちゃんもありがとうとこの場を借りて言いたいですねはい。ちょっと前にたくさん来ていたメールがあります。わかりました、読みましょう。スタンド名 OU 小野さん、第9回声優アワードにて主演男優賞及びパーソナリティ賞の受賞誠におめでとうございます。小野さんのご活躍を振り返ると、この主演とパーソナリティのダブル受賞だったということはまさにジョジョありきつうことじゃないんでしょうか。俺は小野さんより年上な分こじらせているジョジョファンかもしれませんが、そんな自分もやれやれだぜとつぶやかずにはいられない小野さんのジョジョ愛の結晶であるオラオラジオはもとより、アニメ本編も同様これからも応援させてくださいね。小野大輔こうやって普段メールを送らない俺たちだって貴様の活躍が楽しみにしているんだぜ。 Do you understand? 理解したか。ありがとうございます OU さん、 OU 先輩うわ嬉しいですね。第9回声優アワード主演男優賞ありがとうございました。そしてパーソナリティ賞も受賞させていただきました。ありがとうございました。そうなんですよ、主演男優賞の賞をいただく、セレモニー的な声優アワードのその、授賞式の壇上でもお話ししたんですけれども、やっぱ好きっていう情熱がね深ければ深いほど、燃え上がれば燃え上がるほどね、やっぱ作品が良くなっていくっていうのをすごく肌で感じられた現場だったんですよね。本当ジョジョは本当にまさしくその通りの現場で、みんなが好きすぎてね、その好きっていう感情がどんどんこう重なってっていい反応を起こしてっていい作品になっていくっていうのは本当肌で感じられた作品だったので、そんな作品でですよ主演男優賞もらえたっていうのはもう本当に役者冥利につきますよ。でですね、おかげさまでいただいてですよ、とある回のジョジョのアフレコの時に集英社のスタッフさんに、荒木先生の担当編集の方にですね、小野さんとアワード主演男優賞おめでとうございますと、ありがとうございます、おかげさまで、つきましてはなんですけれども、でこれ集英社からのってお祝いですって言って、もうねいつもでも例えば台本とかですよ、書類関係が入っている集英社の封筒が渡されて、なんだろうなんかジョジョの新しい書籍かなと思って、でも割と薄いなと思って開けてみたらですね、第1話の悪霊に取りつかれた男の台本が入ってたわけですよ。でですね、一番上にですね、見慣れた書体で第9回声優アワード主演男優賞おめでとうございます小野大輔様って書いてるんですよ。
おやと、私この字には見覚えがありますぞと。この台本ってこの第1シーズンというかスターダストクルセイダースの第1話って丈太郎の立ち絵が描いてるんですよね。でその横に丈太郎の横顔が描いてあるわけですよ。これなんか見慣れたデッサン風というかタッチだな。割と最近のこれ荒木先生のタッチの絵で、その一番下の方を見るとですよ、2015年荒木博彦っつって嘘でしょ嘘だろってなりました。荒木先生がですね、この声優アワードのおめでとうということでですね、お祝いになんとサインとイラスト入りの第1話台本をですねプレゼントしてくださいました。本当にありがとうございます。その場にいたスタッフキャスト一同、キャスト一同の中でも三宅健太が特にですよ、うわーっつって国宝級だといや僕ももう自分で手前味噌で言っといてなんなんですけれども、これは本当にもう一生ものです。いやでもなんかね、さっきラジオのスタッフさんにもちょっとお見せしたらですよ、これはダメだと、触れないと、手袋をしないと触れないと。僕も今だからね、その話を聞いてみんなの反応を見て、うわそっかやっぱそうだなと思って今本当そろーっと持ってますけれども、これだってコミックスのほら後ろの方に文庫本とかのほら後ろの方にたまにそのデッサンが荒木先生のデッサンが載ってる時あるじゃないですか。タッチなんですよね。これは、文庫版の8巻スターダストクルセイダースにおいてはその第1巻といえる、その文庫版の方の一番後ろの方に丈太郎とかアブドゥルのデッサン的なもの、軽めのタッチでスッて描かれた絵が載ってると思うんですけれども、そうこのタッチなんだよまさしく。いやごめんなさいね、なんかね僕だけ越に入ってしまってこれはですねもう本当に英者の石石並みですよ。大切にですね僕は肌身離さず持っていようと思っております。はい、本当に荒木先生この場を借りてお礼を申し上げます。本当にありがとうございましたはい。そうグッズね、ジョジョグッズに関してもねいろいろなメールが来ておりますけれども、こちら読みたいと思いますよ。スタンドマンマイケル・ジョーダン、殴りたいねこういう冗談を言うやつどう思うですよジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースウォークライククルセイダース DVD 発売おめでとうございます。ありがとうございます。早速購入視聴いたしました。オフショット映像で平川さんが小野くんからもらったジョジョパンツあまりお守り効果がなかったからより強力なお守りをおねだりしますとおっしゃられていましたね。パンツ以上に強力なアイテムといえば石仮面かエイジャの石石くらいしか思いつきませんが、次のジョジョイベントに向けて小野さんは平川さんにどんなお守りアイテムをプレゼントする予定ですかそっか、発売されたばっかりですね、先月のことですか。はいちょっとでねあまり効果なかったんだね。でも本当平川さんね、僕コンバースいただいちゃいましたから、これはもうより高価なジョジョグッズをプレゼントするしかないじゃないかと思うわけですよ。あれが手に入らないかなと思ってですね、今ハイエロファントグリーンのパーカーフルジップするとまさしくハイエロファントグリーンになれるっていうやつ、あれ欲しいな、あれあげたいな。おや俺今日着てきてるのもしかしてスタープラチナパーカーじゃないか。このラジオは今回一人でお送りしてるので誰が言うかって自分で言うしかなかったんですよ。僕ね気づきました。なんでゲストが来る時にこれ来てこなかったのかと。ビームスさんとコラボした、スターダストクルセイダーズ、ジョジョコラボパーカーを着ております。でこれはねフルジップであげますとなんとですよ、もう身も心もスタープラチナになりきれるということでですね、オラオラでしか喋れなくなるというね、
音こもってましたやっぱり。これはでも別のラジオで作家をやってくれている某ワイハシ君っていう人がいてワイハシ君がまたこじらせ具合でいうともう長田さんレベルのジョジョラーなんですよね。そのワイハシ君がやっぱりアワードおめでとうございますっつってつきましては、これをもう勢いで購入してしまいましたので小野さんにプレゼントいたしますと、小野さんが着るべきですというふうにしていただきましたので、ここでお披露目させていただきました。お披露目できるのかな後で写真撮るか、写真撮ろうまあでもなのでね、そのパーカーが手に入ればパーカーがいいかなと思っておりますし、まあ何かね、あとグッズいっぱい出てるからね、フィギュア関係もいっぱい出てるしね、メリコスさんのやつもしっかり、直眼ねコンビニでも売られるやつあれもしっかりですよ。何しよう、いやちょっと考えときます。これは平川さんには内緒です。平川さんには内緒ですけれども、このラジオに送っていただいても構いません。物をというよりは案を、これをあげればいいんじゃないかを、初めてだね募集するの皆さんもしよろしければこれをあげればいいんじゃないか。さくらんぼはダメです、生だから生ものは NG だ。続きまして、じゃあこれラストですね。スタンド名おめめた。もうね、カエルの下の岩がバカンっつって、オラオラジオご一行の皆さん、オラなんと池袋サンシャインシティの J ワールド東京で開催されているジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース in J ワールド東京が4月26日までイベント延長決定。全くめでたいぜ、新たなキャンペーンでディオのブロマイドがプレゼントされるらしいので、一度行ってみた私としてもまた行ってみたくなりました。ポラロイドのブロマイドがプレゼントされるらしいですよ。これはいいね、欲しいね。一度行った時の感想を述べさせてもらいます。その時丈太郎のスタープラチナボーリングに挑戦したのですが、なんとボールを投げた時に丈太郎のオラオラが聞こえてくるじゃありませんか。体に勇気が、力が湧いてくるっつ。そこで私も大変恐れ多くはありますが、一緒にオラと言いながらボールをピンに叩き込みました。するとスコアもぐんと伸びていく。惜しくもパーフェクトには届きませんでしたが、 B 賞であるクリアコースターザ・フールをいただきました。これは丈太郎がスタープラチナが、そして担当声優の小野さんがたとえ意図していないとしても私の背中を押してくださったおかげだと思っております。この場を借りて心からお礼申し上げます。来場した時には再び挑戦したいと思っております。なるほど、よし、パーカーを着てボーリングをしようJ ワールド東京でね、何かしら前から言ってますけれども、公開収録なんかもねできればいいなと思っておりますし、それまでにね、でも本当遊びにも行きたいですし、皆さんも遊びに行っていただければですよ、いろんなアトラクションありますのでですね、よりこじらせられること間違いなしでございますJ ワールド東京行かずにはいられない。エンペラー射程距離 B、 持続力 C。 ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはジョジョの奇妙な冒険との出会いにドラマあり、作品を知るきっかけとなったエピソードを紹介していきます。ちょっとお久しぶりなんですけれども、なんだ今回でまだ4回目、じゃあどんどんやっていこう出会いのエピソードお願いいたします。スタンド名ニューゴールドデビル。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それは小野坂さんのラジオ。僕のジョジョを知ったきっかけは、そう、小野坂正也さんがパーソナリティを務めるラジオ。当時小野坂さんは集英社様がスポンサーをされている番組を担当されており、その中でたびたびジョジョのお話をされていました。その番組でもう一人のパーソナリティの方に、俺にもジョジョ読ませてくれよと懇願する小野坂さんを拝聴し、小野坂さんをここまで引きつけるならすごい作品に違いないと思い、すぐに買い始めました。小野坂さん、ジョジョに巡り合わせていただきありがとうございます。なるほど、うわすごいね。ニューゴールドデビルってそういうことか。
ニューヤング、そしてゴールドデビル、金髪の悪魔だ。よくできてるこのスタンド。いやもう本当小野坂さんね、もう好きすぎる。ジョジョが好きすぎる。まあやっぱ会うたんびにね、まあそういう話は向こうからもされてたわけですよ。オールスターバトルの私有をイベントの楽屋でさせてもらってる時にたまたま通りかかって「おい俺にやらせろや」ってめっちゃゲームプレイしてきましたね、その時私有台で。いやー嬉しいですね。こういうきっかけもあるんですね。他の声優さんからジョジョが著しく好きな声優さんから入ってくるっていう、でその声優さんも入ってくるっていう、いや素敵な連鎖ですよやっぱり。じゃあ続きまして、ジョジョを知ったきっかけ意外、それは菅野祐吾さん。こちらスタンド名マーシさんですね。私はアニメなどを見ることが少なく、よく見るテレビは民放の連続ドラマや映画、大河ドラマでした。いくつかの作品を見るたびにたびたび見かける菅野祐吾さん。菅野さんが作る楽曲は素敵なものばかりで、私自身とても気に入り、作品のサウンドトラック CD も購入するにまで至りました。ある日何の気なしに夜中テレビをつけていたら、クレジットに菅野さんのお名前がなんだこれは菅野さんジョジョ菅野さんがアニメだとー。菅野さんが音楽を担当されているジョジョというアニメ見ずにはいられないという経緯でした。ほほー、ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのサウンドトラック、いいや限界だ買うねと相なりました。最近ではだが断るって言わなくてよかったですね。最近では1部2部も見終わり、4部と6部の原作をコツコツと集めております。3部はアニメで最後の最後まで見守りたいと思います。あ、なるほどね。3部はアニメでってことですね。素晴らしい見方です。最後に漫画を真面目に読んだのは小さい頃に北斗の拳を読んだきりだったので、まるで転がり落ちるように徐々にはまっていっているように思いますということで、ありがとうございます。民放の連続ドラマ、黒田官兵衛ですか、であったりとかですね、映画もそうですね、やられて連続ドラマも確かに僕が見てたやつたくさんやってらっしゃって、うわなんだと、菅野さん前から知ってるじゃないかと。でもじゃあぶっちゃけて言っていくとですよ、でもそれはアニメですよね。やっぱこの今期、ないしは、この、最近のアニメで言うとですよ、僕がすごい感銘を受けたのはやっぱG レコですね。 G のレコンギスタ、もういやすさまじく音楽がよくって、ぶっちゃけその菅野さんにもちょっとお伝えしたんですけれど、 G レコなんか後半シーズンのオープニングテーマのメイ・ジェイさんの2人の魔法って曲聴いた瞬間になんとなく話が分かったんですよ。話が分かった気がしたんですよ。そっからすんごい楽しくなってきて見るのが、だからいや音楽の力ってすごいなって。作品のその作品を彩るって意味合いもすごくあるんだけれども、そういう意味合いも強いんだけれども、それ以上になんか作品のテーマとか意味を分からせてくれる力すらあるんじゃないかと。だからもう本当もう話戻りますけど、ジョジョに関してはやっぱりこのシーンはこういう、状況なんだぞっていうのがもう手に取るように音を聞くだけで分かるっていうのがあって、一回やってみたんです。絵を見ずに音だけ聞いてみるっていうアニメ本編を。わけわかんないけど面白かったよ。でもねやっぱね伝わるんだよ、どういう状況かっていうのは。だからやっぱりすごい人なんだな。そしてやっぱりジョジョって引き合うんだなって思いましたよ。まだ来てるおラスト、こんなのも来てますということで、ジョジョを知ったきっかけ意外、それは Perfume の歌集化。もうほらもう丈太郎になることすら忘れちゃったもん。こちらスタンド名がチョコレートディスココッコ。私は Perfume のファンなのですが、ジョジョを知ったきっかけは歌集家がラジオでジョジョについて話していたからでした。ジョジョのことを全く知らなかった私は、あんなに可愛い子が好きな漫画なら可愛らしい漫画だろうなと思い、本屋に行って驚愕。なんだこの独特な絵。正直当時はジョジョの絵に少し抵抗がありました。しかし Perfume ファンである以上、歌集家が好きなものは好きになりたいと思った私は単行本を3冊購入。読んでびっくり、こんなに面白い漫画だったのか。ジョジョの魅力に気づいた私はすっかりジョジョにハマってしまいました。Perfume ファンになっていなければジョジョに出会えていなかったかもしれません。歌集家ありがとう。プチ情報ですが、歌集家はジョジョのフィギュアや T シャツを持っていたり、
ラジオでジョジョ立ちしながら収録したり、わからないだろう、ライブでジョジョ立ちしたりこれはわかるかも。明石家さんまさんにジョジョの奇妙な冒険62巻をプレゼントしたりとにかくジョジョが大好きみたいです。ちなみになぜ62巻をプレゼントしたかというと、一番好きな表紙だからだそうですそうなんだ。あ、してる。今ですね、長田さんが、その図を見せてくれてますけれども、写真検索したんだねそのマイク前でしてるポーズなんかは丈太郎じゃないですか。そして今日はイギーの T シャツなのだ、ザ・フールマジかっこいい、裏返すとスタンドなのこじらせてますね。こじらせとる。あとまあもうほんとテレビ番組に出た時にジョナサンのポーズしてるやつとかも出てきましたよ、さっき。Perfume 僕もでも普通に好きでよく聞いてたり見てたりするので嬉しいですね、これは。自分が好きなアーティストさんのが好きで、自分も好きにこの方も書いてますけれども、歌集家が好きなものを好きになりたいこれは素晴らしいね、連鎖反応ですよね。僕もありますもん、そういうことって。でもジョジョ好きなアーティストさんってでもよく聞くよ。あとそのアイドルの子とかね、あれ乃木坂のだって西野七瀬ちゃんとかね、すごい好きですよね。ミュージックステーションでジョジョ立ちしてたよ、そういや勇気だよね、みんなすごいよ。だって分からないかもしれないって、僕の大学生時代なんかそうだったから、分からないかもしれないっつって思いながら公共のメディアにおいて生放送、しかも生放送であったりするところにおいてジョジョ立ちをできるっていうことはもう勇気の産物ですよ。素晴らしい。それがさらなる連鎖を生んでいくわけですよ、こうやって。いや、これは素晴らしいね。いや、僕もね、まあ本当丈太郎ですから、はい、これからもですねメディアに出るときはまずジョジョが好きっていうアピールを忘れずにですねまあこれからもこじらせていきたいと思っておりますよ。はい、そんなわけで、ジョジョを知ったきっかけ、意外それはでした。エンペラー、精密動作性いい、成長性いい。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースオラオラジオエンディングです。ということでですね、ホルホースの能力エンペラーを振り返りました。破壊力 B、スピード B、射程距離 B、持続力 C、精密動作性 E、成長性 E ということで、A がないということでですね、まあナンバー2だなと。まあ放送の方ではですね、エンペラーがこれにてリタイアということでですね、ホルホース、すごくいいキャラだったんですけれども、なんかね、旅が本当に佳境ですよ。ホルホースボインゴみたいにゲラゲラワッハッハな敵はもうきっと出てこないことでしょう、こっから先。ディオの射程距離内というか、もうねエジプトに来た時点でだいぶ入ってるんですけれども、本当の意味で決戦の日が近づいてきたなというふうに、思う今日この頃であります。そしてなんかいい感じのエンディングが流れておりますけれどもですね、こちらがですね、ジョジョの奇妙な冒険 The Anthology Songs 1、こちらの方に収録されている、ジョナサンのイメージソング未来への遺産、トミー弘明さん、歌唱によるですねこの曲なんですけれども、はい、めちゃめちゃいい曲ですね。やっぱ歌詞とそのトミーさんの歌声っていうのはやっぱり熱いんですよね。だから曲自体はすごい穏やかな、こうすごい流れというか、その大きな流れを描いている、まさに未来への遺産っていう感じの、壮大な曲なんですけれども、その真ん中にあるのはすごい熱い何かっていうですね、これはうっかり聞けないですよ。うっかり聞くとなんか歩いてる時とかにちょっと立ち止まっちゃうね、これね。ながらでは聞けないような熱い曲ですよ、本当に込み上げてきますな。でもまた未来への遺産ってタイトルが素晴らしいですよ、本当。
胸熱です。はい。そしてこのね僕のトークが載ってない状態でね実は聞いていただきたいので、ぜひ、2015年4月22日、はい、今月の22日ですね、発売になりますので、ぜひ皆さんこちらの方へ購入していただいてじっくりと聞いてくださいませ。というわけでですね、次回ゲストさんが来ます。そう、この流れならもうお分かりですね。あの3人です。あの3人、そうPerfume。あ、違うんだ。だって歌集歌がすごい好きだったの。違うね。違うね。はい。はい、もうお知らせしております。ジョースターズの3人がゲストに来てくださいます。これとんでもないね。長田さんが書いてくれてるんですけど、カーズ SGC ワムーがいっぺんに蘇った以上の衝撃ですよ。あれ以上なの。これはもうこれは命はないね。もうね、まずいね。大丈夫かしら、戦えるかしら。いやー、でも本当に、未来のいさん歌ってくださってるトミーさんも来てくださいますし、いろんな、このジョジョの楽曲についての歌い手からのこの視点というところでですね、ぜひ熱いトークを繰り広げたいと思いますよと。はい、というわけで引き続き、アニメやラジオの感想各コーナー宛てへのメールもお待ちしております。あ、そっか、もうこの3人へのメールはもう締め切ってるわけね。そっか。じゃあ次回の感想とかも送っていただきたいですし、はい、これからも引き続き皆さんからのメール、熱いメールをお待ちしております。あと平川さんへのプレゼント案もお待ちしておりますということで、そろそろお時間です。お相手は空城城太郎役の小野大輔でした。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。